なので自分のことを愛して、自分のことを信じて、自分に任せて、自分を信任してやっていきましょう。はい、皆さん、こんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。クライアントさんの心、体、スピリチュアルの3つを整えるサポートをしております。今日のテーマは、運が味方してくれる人の特徴3つについてお話ししていきます。この動画では少しスピリチュアル、そして現実的にお話ししていきます。ぜひ最後まで見てください。そしてこの動画、いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい、結論から言います。運は私たち、自分たちで切り開けます。はい、1つ目。約束を守る人です。まず、人との約束もそうだし、これには大きな要因があります。約束を守れない人は信用できますか？しないですよね。人を信じることには3段階あります。まず、下からレベル3、信用です。はい、そしてレベル2、信頼です。はい、レベル3が信任です。信用っていうのは、その人の言うことにブレがない、嘘がないっていうことです。信頼っていうのは、その人を信じて頼れるってことです。そして信任っていうことは、このレベル3と2を合わせて、そして任せれるってことです。そしてここで言いたいのは、ただ単に他人に嫌われないために約束を守るのではなくて、一番大事なのが自分との約束を守ることです。自分との約束を守る人は、私たちの自分の中の潜在意識、そして宇宙レベルで応援されます。とある本で読みましたが、神様はやり遂げた人ではなくて、やり遂げようとしている人が好きで応援していると書いてました。それがすごい気に入って引用させていただきました。なので、何かやりたいことがあれば、自分のことを信任してやってください。そうすると自然に開運できます。はい。そしてその2、自分と他人、そして物を大切にしている人。まず、自分のことを大切にできない人は他人のことを大切にできません。自分のことを大切にするっていうことは自分を愛するってことです。愛はすべて自分から始まります。例えば、自分のことをある大きな器だと考えてみてください。そしてその器をいっぱいに満たしてから他の人に愛を与えれます。自分を愛してないのに他人を愛することができません。もし自分を愛してないのに他人を愛することができるっていうなら、それは愛ではなく依存に近い状態です。まず何でも自らと考えるようにしてください。例えばギブアンドテイクって言葉ありますよね。これをテイクアンドギブって言わないですよね。テイクアンドギブだったら強盗みたいになっちゃいますよね。そしてまず自分のことを愛でいっぱい満たしてあげて、そして他人に愛を分けあげること。そこから初めてその人からあなたは愛を受け取れます。そして自分を愛するってことは身の回りのものも大切にするってことです。頻繁にお掃除をしたり、整理整頓を心がけたり、そして断捨離も定期的にしましょう。そうすると自然に開運できます。はい、その3。言い訳をしないで決断して動く人です。生きていれば必ず問題は出てきます。その問題を問題として捉えずに一つのタスクだと考えるようにしてみてください。そしてそのタスクをやりこなすだけです。私は整理整頓が大好きで、特にデスクの上はなるべくきれいにするようにしています。そして何か問題が起こった時は、その私のデスクの上に書類が載ってきたなっていうふうに思うようにしています。そしてその書類を片付けるためにいくつか方法を練って片付けるだけっていうふうに考えています。そして言い訳をする人っていうのは、そのデスクの上の書類に対してあれやこれや言って何もしないで眺めてるだけの状態だと思います。そしてあなたのデスクの上には書類が次から次へとやってきます。例えばその書類が大層な書類であるとします。そしたらあなたは大層な人間なんです。よく言いますよね。神様はその人に乗り越えれる試練しか与えない。そしてその書類の片付けに失敗をしたら修正するだけです。そして成功したら加速するだけです。
とてもシンプルです。はい、今日の話をまとめると、運が味方してくれる人の特徴3つ。1つ目は約束を守る人。2つ目、自分と他人、そして物を大切にする人。そして3つ、言い訳をしないで動く人です。なので、自分のことを愛して、自分のことを信じて、自分に任せて、自分を信任してやっていきましょう。そうすると必ずあなたの運は開きます。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。